皆さん、こんにちは。ゆきです。皆さん、日本人は人生のいろんなステージでハンティングをしている、狩りをしているって知っていますか？今日はそんな日本人がどうしてそんなことをするのか、えー人生の人生のいろんなステージで必死にいろんな活動をしているのか、その活動を表す言葉と一緒に解説していきます。例えば、結婚とか就職、あとは自分の死に至るまで、いろんなステージで必死に活動します。それが何々活という言葉。この動画を最後まで見ると、日本人が必死に活動している何々活の実態がわかります。あと最後に私が密かに進めている何々活についても教えるので、ぜひ最後まで動画を見てください。何々活という言葉を説明したんだけど、皆さん何々活という日本語の言葉、何か一つでも思い浮かびますか？ちょっと考えてみてください。前に、別の動画で、日本人は省略するのが大好きだよという動画を出しました。例えば、スターバックスをスタバって呼んだり、マクドナルドをマックとかマクドって呼んだり、短くするのが大好きです。で、この何々活という言葉も実は短くされています。例えば大学生にとっての一大イベントが就活。就活は就職活動の省略。就職の就と活動の活を残して就活と呼びます。活動というのはアクティビティのことですね。だから日本人はいろんなライフステージでこの何々活というのをやっています。例えば婚活。婚活はわかりますか？結婚するための活動です。皆さんマッチングアプリとかいろんなアプリを使って今は、簡単に、例えば世界中いろんな人を相手に婚活することができますね。でも、アプリだけじゃなくって、日本には結婚相談所という場所があります。それは結婚したい人が自分はこんな人ですよというプロフィールを登録して、マッチングしてもらうための会社ですね。でもそれ以外にも、活動、えっと、自治体が開催する婚活のイベントもたくさんあります。例えばいろんな場所、えー自治会が開催して神社で婚活をするとか、あとは共通の趣味を持った人たちを集めて婚活するパーティーみたいなのが開かれていることもあります。皆さんの国では自治体でこういう婚活パーティーみたいなものって開催されますか？よかったらコメントに書いて教えてください。ちなみに私は婚活パーティーに参加したことはありません。あと最近妊活というのもよく聞きます。これは妊娠するための活動です。妊娠しやすい体を作るために、しっかり睡眠をとったり、体を温めたり、あとは、栄養のあるものをたくさん食べたり、そういうことを頑張っていることを妊活と言ったりします。そして補活。補活は聞いたことがない人もたくさんいるかもしれません。皆さん、補活ってどういう意味だと思いますか？うーん、じゃあ少しヒントをあげます。皆さんの国では、子供を保育園に入れるの簡単ですか？難しいですか？どっちですか？日本は少子化が問題になっているんだけど、実は子供を保育園に入れるのがとても難しいと言われています。保育園に、子供を保育園に入れるための条件がとても厳しくて、年収はこれぐらいですよとか、仕事をしていないと入れませんよとか、いろんな決まりがあるので、これを、なんだろうな、で、保育園に入れる子どもの募集も少なかったりするので、
お母さんたちは子供を希望の保育園に入れるために、とても早くから活動しなければ保育園に入れることができないんですね。だから保育園の見学に行ったりとか、いろんな情報を集めたりとか、そういう活動を保活と呼びます。皆さんの国でも保活は必要ですか？保育園には簡単に入れますか？よかったら教えてください。はい。で、あとよく聞くかもしれませんが、大学生にとって一大イベント、就活です。就活、これは就職するための活動ですね。日本の大学へ行くと、だいたい大学3年生ぐらいから就職活動を始める人が多いんだけど、日本の大学に行くと、スーツを着ている大学生を見かけることが多いかもしれません。えーもしかしたら海外の人がそれを見ると、どうしてみんな同じスーツを着ているのとびっくりするかもしれません。日本人は結構縁起を担ぐとか弦を担ぐみたいなことが言われます。縁起を担ぐとか弦を担ぐって聞いたことはありますか？例えば、このスーツを着たら合格したから、何か勝負事があるときは同じスーツを着ようとか、同じネクタイをつけていこうみたいなことです。逆に悪かった時にも、この服を着て試験に行って結果が悪かったから、試験の時はこの服を着るのはやめようとか、そういうことです。皆さんもこういうことはしますか？もしよかったらコメントに書いて教えてね。で、最近私が読んだのが、これ、浅井亮さんという方のとても日本でもとても人気のある作家さんの本です。何者という本です。これは日本の大学生の就職活動のことが書かれた小説です。とても面白いので、もし興味がある人、日本語で読んでみたい方は読んでみてください。えっと、直木賞というとても有名な、賞を受賞した作品です。あと、さっき言い忘れたんですが、婚活についても面白い小説があって、私が読んだのは、宮島みなさんという方の婚活マエストロという小説があります。この方の作品もとても人気があるので、もし興味がある人は読んでみてください。日本の婚活ってどんな感じなのかなと知ることができて面白いと思います。これは私はオーディブルで聞いたので、ちょっと手元に小説はないんですけど、面白いので読んでみてください。あと最後、ユニークなのが就活。この就活、就職活動の就活とは漢字が違います。発音はほとんど一緒で、同じ就活と呼ぶんだけど、漢字が違うので、全然違う意味になります。さっきの就活は、就職活動だけど、この就活は、人生の最後、死ぬための活動というのかな。ちょっと変わってますよね。これは例えば、自分が死んだ時に、周りになるべく迷惑をかけないように、こう、死んだらどうするかっていうのを、若いうちに自分で決めて書いておくという感じです。遺書を書いておいたり、あとはね、身の回りのものを整理整頓して、片付けておくとか、日本では最近、本当に若いうちにこういう準備をしておこうっていう、え動きが、そうですね、若いうちから始める人も多くて、今のうちに、このエンディングノートっていうのが売られていて、そう、死んだらどうしてくださいっていうのを今のうちに書いておくということをやっている人もたくさんいます。皆さんの国ではどうですか？就活、エンディングノートみたいなのを書いている人もいるのかな？よかったら教えてくださいね。はい、今日は日本人がよく使う何々活という何々活がつく言葉を紹介しました。皆さんも何々活頑張ったことはありますか？
私は何かあったかな、頑張ったこと。何々活。そんなに頑張ってないかもしれないですね。うん。就活はまだ始めていません。で、最後に私が何々活頑張ってるよと最初に言ったんだけど、実はもうすぐ私誕生日なんです。やったー。誕生日っていくつになっても結構前はワクワクしたりしますよね。で、ちょっと去年もできなかったので、誕生日にライブ配信しようかなと思っているので、時間が決まったらまた、ポストでお知らせします。ぜひ皆さんとチャットでおしゃべりしたいので、よかったら参加してください。はい、今日も最後まで見てくれてありがとうございます。私の就活とか、あとはそうですね、何々活動、こんな言葉はないんだけど、タン活。私は誕生日が近いので、タン活、誕生日を楽しむための活動を進めていこうと思います。はい、こんな感じで、私の就活も一通り落ち着いて、教育実習ももうすぐ終わります。ちょっと余裕ができたら、今まで通り週に1回は動画をアップしていきたいので、引き続きよろしくお願いします。今日も最後まで見てくれてありがとうございます。では次は私のバースデーライブ配信でお会いしましょう。じゃあまたね。バイバーイ。